今回の研究テーマはダイビングマスクの曇りをなくす方法です。買ったばかりのダイビングマスク、曇り止めを塗ってもすぐに真っ白に曇ってしまって困っていませんか？新品のダイビングマスクは必ずあることをしなければいけません。今回はその作業を丁寧に解説するとともに、ダイビングマスクを長く使うためのメンテナンスの仕方やマスクが曇らないようにする方法をいろいろご紹介したいと思います。海やプールで快適に潜るためにどうぞ最後までご覧くださいね。こんにちは。素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。これなんだかわかりますか？はい、曇り止めです。ダイビングマスクが曇らないようにマスクのレンズに塗る液体ですね。海の場合は唾をペッペッってやります。もう汚ーって思われるかもしれませんが、いつでもどこでも使えるし化学物質ではないからエコですよね。まあでもマナーとしてプールではやらない方がいいです。ただ曇り止めを塗ってもマスクが曇ってしまうことありませんか？それは大抵新しいマスクを購入してそのまま海やプールに持って行ってるケースが多いんです。実はダイビングマスクを買ったらやらないといけない作業があります。この作業を終えてからでないといくら曇り止めを塗ってもすぐにマスクが曇ってしまって、せっかくの水中の景色がよく見えなくなってしまいます。この動画ではダイビングマスクの油膜取りの仕方とメンテナンス方法、マスクが曇らなくなる方法を詳しくご紹介しますね。素潜りマーメイドスイム研究所では素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験体となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をして当研究所の研究員になってくださいね。まずあなたのダイビングマスクはガラスレンズでしょうか、プラスチックレンズでしょうか。持ってみると重いのがガラスで、プラスチックレンズは軽いです。コンコンと叩いてみるとわかると思います。もしあなたのマスクがこういったプラスチックのレンズのマスクなら、以下ご紹介する方法はやらないでください。マスクが使い物にならなくなります。ガラスレンズのマスクのみ以下の動画の作業を行ってください。どうぞ気をつけてくださいね。ではガラスレンズの曇りに困っている方に向けてお話しします。曇る主な理由はズバリ油分です。油の膜がダイビングマスクの内側にピタッとへばりついていると、いくら曇り止めを塗ったとしても油分が曇り止めを弾いてしまってうまくレンズに広がってくれないんです。ほんの一時曇りが落ちたように見えてもすぐに曇ってしまうんですよね。ではその油分とは何でしょう。ダイビングマスクを曇らせる油分の種類は4つあります。1、シリコン樹脂を保護している油分。2、レンズの油膜。3、ファンデーションや日焼け止め。4、人間の分泌物の油分。このうち1と2のシリコン樹脂の油分とレンズの油膜はマスクが工場で作られる過程でついてしまうものです。製品を保護する役割もあるのかもしれません。だから購入者が落とさなくてはいけないんですね。でもビギナーの方はそれを知らずに買ってそのままのマスクを海やダイビングプールに持って行ってしまうんですね。それでは曇り止めを塗ってもすぐに曇ってしまいます。そこでマスクの油膜取りを実際に行っている映像をご覧ください。これは買ったばかりのダイビングマスク。ちょっと息を吹きかけただけですぐに真っ白に曇ってしまいます。これじゃあしょっちゅうマスククリアしないといけないし、水中の景色が全く見えません。油膜取りのために用意するのはこちらです。メラミン、激落ちくんという商品が有名ですね。適当な大きさにカットしてください。次に歯磨き粉です。研磨剤がしっかり入ったものにしてください。
ホワイト&ホワイトは研磨剤も入っていますし、値段も100円ぐらいなので超おすすめです。それから歯ブラシ、使い古しで大丈夫です。ここに映ってませんが、中性洗剤も使います。効果を見るためにレンズの左側だけ油膜取りをします。歯磨き粉をレンズに塗りつけます。このぐらいの量で大丈夫です。レンズを指でゴシゴシこすります。かなり力を入れてこすってください。手が届きにくいところは歯ブラシを使います。シリコンの境目など丁寧にこすります。そして水で歯磨き粉を落とします。ガラスがキュキュッとなるまでしっかり洗い流します。次に中性洗剤をつけてスポンジを使ってマスク全体をこすります。細かいところはカットしたメラミンを使います。しっかり強くこすりましょう。レンズだけでなくシリコン部分もこすってシリコン樹脂の油分も取ります。最後に水できれいに洗い流します。さあ、マスクをつけてみましょう。鼻からわざと息を出して曇らせてみます。向かって右側のレンズは歯磨き粉とメラミンで油膜を取ったもの、左側が洗剤で洗っただけのレンズです。左側は曇っていますが、右側の油膜取りをした方は曇っていませんよね。きれいに油膜が落ちています。この作業は3回ぐらい繰り返すとレンズの油膜が完全にきれいに落ちます。でも20分ぐらいかかって結構めんどくさいんですよね。でもとある YouTuber さんが画期的な方法を教えてくださいました。沖縄のダイビングショップを経営されていて、フリーダイビング日本代表選手であるクラウンのたかしさんです。プロのフリーダイバーが行っているというライターを使った油膜取りです。教えてくださってありがとうございます。これ私初めて知りましたね。使うのは普通のライターです。ガラスレンズをライターで炙るだけ。先ほど残しておいてまだ油膜がついたままの右側のレンズをライターで炙ってみました。裏返すと向かって左側のレンズですね。明るいのでちょっと炎が見えませんが、ちゃんとレンズを炙っています。そうするとガラスに黒くすすがつくんですね。このすすは油が燃焼したものです。油を焼いて取る方法なんですね。これは歯磨き法と違って全然力がいらないし、すごく簡単ですよね。あとは洗剤をつけたスポンジでこすってすすを落とせば完成です。最初シリコンが溶けたりしないのってびっくりしたんですが、全然大丈夫でした。変形も全くしていません。ただすすを落とす時にそのすすの油分がシリコンやレンズについてしまうことがあります。その時は歯磨き粉やメラミンを使うと完全に落とすことができます。だから作業の順番としては、1、ライターでレンズ全体を炙る。2、中性洗剤ですすを落としてすすぐ。3、歯磨き粉とメラミンで残った油膜を取るという順番で行うと、無駄なくきれいに油膜を落とすことができます。はい、見事マスクのレンズがきれいになりました。この状態で曇り止めをつけたら2時間の練習会でも全く曇りませんでした。本当に画期的な方法ですね。素晴らしい情報を教えてくださってたかしさんありがとうございます。クラウンさんのチャンネルはマーメイドスイムや素潜りでも役立つ情報が満載ですし、たかしさんと比嘉さんとの掛け合いもとても楽しいのでおすすめです。人魚の皆様はぜひチャンネル登録をしましょう。はい、これで使用前の準備は OK ですが、冒頭にお話ししたように別の油分の問題もあります。3のファンデーションや日焼け止めの油分と4の人間の分泌物の油分です。女性の方はファンデや下地のクリーム、日焼け止めなどの油分がシリコンレンズについて曇りの原因となることがあります。だからなるべくダイビングの時はお化粧品や日焼け止めをつけない方がいいかなと思います。そして人間の肌も油分を分泌しています。おでこや鼻の油がついてしまうんですね。
これはある程度仕方がないのですが、ダイビングマスクを使った後に中性洗剤で全体をこすり洗いしておくといいですね。マスクが曇るのを防ぐだけでなく、マスクの劣化も防げるからですね。ただしダイビングマスクを洗ったら日が当たるところには干さないでください。特に透明のシリコンマスクは日光で変色して黄色くなってしまうので、干すのなら室内か陰干しにしましょう。そして1から4の原因を全てクリアして油分は完全に取れている状態でも、それでもマスクが曇るという方、主に原因が2つあります。一つは鼻から息を出していること。ダイビングでは鼻を使うのはマスクブローの時ぐらいです。でも普段鼻呼吸をしているので、無意識に鼻から息を出してしまうんですね。特にビギナーさんは最初のうちは意識して口呼吸をしてください。もう一つは無駄な動きをして体温が上がってしまうからです。マーメイドスイムは素潜りですから、酸素を無駄に消費するような激しい動きはしない方がいいんですね。でも初心者のうちは効率的に筋肉が使えないので、バタバタとせわしなく動いて体温が上昇してしまうことがあります。そうすると顔の皮膚の温度も上がってマスク内が曇るんです。これも練習を重ねていって、ゆったりとした動きができるようになれば解決しますので、安心してください。この動画が役に立ったという方は高評価をポチッと押してくださいね。もしよかったらチャンネル登録もしてくださるとマリダイバーが喜びます。また次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。